最悪の日が最悪のタイミングでやってきてしまいました。ちゃんと無事に着くか本当心配ですね。かなり気が重いけど行くしかないんで行ってみたいと思います。ありがとう名古屋というわけで三重に向かって出発します。やっぱりあれだな、大したことない雨かと思ったけどバイク乗ると結構感じるわ。これは今までで一番テンションが上がらない出発になっております。三重に着く頃にはおそらくびしょびしょになっていると思います。ストレスめちゃくちゃあるな。雨はスマホとかがさ地図を表示してるけど雨でめちゃくちゃ濡れちゃうから壊れないか心配だね。雨ってさ止まってる時はそんなに降ってないなと思ってもさ、自転車とかさバイクとか乗って進むとさ途端に量増えるよ。バイク乗ってると顔にこう当たるのがさ痛いんだよね。いやーこれはテンション上がんないわ。名古屋はね結局1週間ぐらいいたんだけど天気にあまり恵まれなくて外で何したとかあんまできなかったんだけど、感想はねやっぱり住んでみたいなって思うよね。できてないのもあるけど観光っていうよりかはなんか住むといい街っぽいなみたいな。やっぱご飯も美味しいし都会だしとはいえ自然も近いしみたいな。で大阪にも東京にも行きやすい、本当にいいところ尽くしだったね。でやっぱ名古屋ぐらいの都会になると綺麗なお姉さんがいっぱいいるわ。いやもちろん都会じゃなくてもそういう人はいるんだけど、必然的に人口が多いから可愛い綺麗なお姉さんも増えるよね。目の保養なのか可愛いわーっていつも思ってたな。いや雨うざ。ここはしょうもない川。いや、庄内川か。滑るなぁ。タイヤじゃなくて足さえ滑るもんね。地面に止まる時とかに足ついた時キュルって滑るわ。ちょっとこけないか心配だわ。やっぱね名古屋とかそれぐらいの都会になってくるとウーバーイーツができるっていうのがいいね。なんだかんだ3回ぐらいやったかな。3回やってトータルで1万6、7千円ぐらい稼いだんだよね。だから普段食べないようなご飯を食べたり、味噌煮込みうどんときしめん食べたり。普段外食しないから旅中は基本的にパスタかうどんしか食べてないから、1食のご飯で2000円とか1000円とか使うのはかなり豪勢なわけ。そういうことができたし、1万いくらでもちょっとお金稼げば安心感あるし、正直だって1日何百円とかで過ごしてるから1万いくらもあれば何日過ごせんだっていう感じになるし、ウーバーイーツができるっていうのはいいね。元会社の先輩が名古屋に住んでたことあったから、一緒に煮込みうどんどこ食べたらいいですかって聞いたら教えてくれたお店で食ったんだけど、結構嘘つくんだけど、その先輩当てにならないことを教えてくれるんだけど、今回は結構正解だった。美味しかった。めちゃくちゃ曇天じゃねえかよ。痛い。雨が頭に突き刺さってくるよ。こういう時やっぱフルフェイスの方がいいな。いつかやむかな。途中でやんでくれりゃいいんだけど。いやーなんか1日の電車での最長移動距離ってだいたい100キロぐらいだなって思ってたんですよ。静岡の灰原から浜松湖まで100キロで、浜松湖から名古屋までも100キロ、2日間続けてめちゃくちゃ疲れたんですよ。これ100キロ限界だなって思ってたんだけど、今日なんと130キロなんですよね。この雨の中やばいじゃん。後ろなんかでけえのいるよ。いやーそうだ、30キロよ。うわ来たよ。やばい来た。これは結構やばいですね。電子機器が大丈夫か不安になってきたので、一旦これ撮影中止しようかな。一旦中断。よっしゃー。コンビニでラップを買ったんで撮影再開したいと思います。でなんだかんだね三重県入りました。人生初三重県。いや相変わらず雨はね降ってるんですよね。なんかところどころちょっと止んだり降ったりって感じで、基本的には降ってますね。でも思ったより順調に進んでる気がします。
でもね、走り出した当初は、ちょっとあったかいなと思ってたんだけど、雨に打たれながら何時間も走ってると、さすがにね、気温がある程度あってもめちゃくちゃ寒い。指先とかもちょっとなんか痺れて感覚あんまないですね。バイクって風を思いっきり受けるからね、その風でだいぶやられてます。やばいやばい、怖い怖い怖い。田舎道がいいですね。うわ、なんだこれ、白鳥すげえ。この道は国道23号みたいですけど、すごい綺麗ですね。緑がね、すごい綺麗。田んぼとか森とか、雨じゃなかったらすごい良い。あー、なんかお腹が冷えてるな。ちょっとお腹痛くなってきた。今温泉あったら入りたいな。めちゃくちゃ気持ちいいだろうな。冷えた体が温まる。温泉入りたい。あ、神戸が見えてきた。神戸は遠いでしょ。あ、じゃあ神戸だ。神戸とまた別なものがあるのか。神戸来ました、松坂市。入ったぜ。松坂牛食べて。お、ついに雨止んだ。ちょっとだけ空が明るくなってきて、若干暖かくなりましたね。というわけで僕はこれから三重県の山の中だと思うんですけど、そんなところに1週間ぐらい多分こもるので、ある程度食料とか持っていかなきゃなっていうことで、いつもの業務スーパーに向かってます。もうすぐそこです。ここが一番近いと思われる。よし。というわけで無事に食料は買えました。でもね、よく考えたら、今三重県の松坂市ってとこにいるんだけど、こっからあと30キロぐらい山道をね、多分この先通ると思うんだよね。時間にすると車であと1時間ぐらいだから、1時間ちょっと、1時間半ぐらいかかるのかな。だけど、ちょっと業務スーパーで結構な量の食材買っちゃったんだよね。バイクが今すごいことになってんだけど、いや、これ持って1時間も走るんかって若干ね、やっぱ買うタイミング後悔したわ。おそらく今回行く場所からは一番近い業務スーパーだけど、いや、だとしても、ちょっとというかやっぱり値段じゃなくてやっぱり近いところで買うべきだったかなってちょっと後悔してますね。慶一郎みたいな人が。でもやっぱり雨が上がってくれたのは本当良かったですね。雨がないと降ってるとだとだいぶ違う。服が濡れてるから風に当たると寒いんだけど、でも全然ストレスが違います。あと30キロですけど、30キロの間も雨降んないでくれれば最高ですね。なんか今日もうすでに多分100キロぐらい運転してるんですけど、全然余裕でしたね今日は。雨だったけどな。でもなんか疲れは本当そんなにない。1日の移動は100キロが限界かなって思ったけど、あれは連続で移動してたからかな。なんか今日は久々の移動で100キロもう過ぎましたけど、結構あっという間に終わっちゃった感じです。これ多分雨じゃなくて晴れだったら余裕でしたね、100キロ。日によってだいぶ違うって感じですね。君の姿、ついに撮れて、前も見えない大台町入りました。やったー、やっと入った。清流日本一の町って書いてますね、大台町。どういうことだろう。綺麗な川かな。天気がいいといいけどね。サップやってみたいな、ちょっと。いやーでもこれ雲行きめちゃくちゃ怪しい。山の方やばそう。頼むから雨だけはやめてください。雨だけは勘弁してって言って30秒後に降ってきた。しかも今日一のやつ。いやー、雨だけは勘弁してやー。寒いよー。でも絶対降るよね。降らない方が奇跡だわ。痛えな。なんか氷みたいな。痛い。本降りだわこれ。痛えてて。粒が大きいからおでこに当たると痛い。おでこに当たるとっていうかほぼ全部おでこに当たるんだけど。正直今のところそんなに大した山道って感じではないですね。
よっしゃー、もうそろそろ着くはず。あー、寒い。びっしょびしょです。ちょっと乾いたんだけど、最後の最後のこの雨で、またもうびっしょびしょ。目的地は右側です。左側？左側？やべ、どれかわかんねえ。どれだ？ちょっとわかんないから一体雨宿りさせてもらって、雨宿りしながら場所をちょっと探そう。お、馬がおる。ごめんね、びっくりさせたか。ちょっと場所わかんないから。ごめん。馬なのかこれ。ポニーかな。ちっちゃいね。かわいい。なんか似たような家ばっか、あ、やばいこれ。砂利じゃん。こけるぞこれ。気をつけないと。多分ここな気がする。よかった、事故とか起こさないで。ありがとう。というわけで、ちょっと早速ですけど、お風呂入っていきたいと思います。田んぼ道を走っていると突然現れたのは森。そして人生初伊勢神宮巡りも。立派な木もあったよ。歴史を感じるね。やっぱり岩の上に鳥居があるな。 G7 のサミットが開催されてからずっと行きたいと思ってたんよね。絶景夕日スポット情報や松坂牛情報も。てか三重県魅力的すぎん。最高やな。次回の動画でも三重県の魅力をたっぷりお伝えするんで、よかったら見てね。バイバーイ。